まいました。都市と写真。今日はゲストに渡辺圭介さんと一緒に、神戸ハーバーランドを一緒に撮っていきたいと思います。 YouTube のコラボです。よろしくお願いします。渡辺と申します。よろしくお願いします。渡辺圭介さんは姫路在住のストリートフォトグラファー。同じストリートでも僕とは全然ジャンルの違う写真を撮られています。こういうの。わかりますか？圭介さんの写真はよくユーモア系と言われますが、決してユーモアだけじゃない。こういう線と線をつなぐ写真もあって、これはトリックアート系ストリートという方が近いのかなと思っています。遠近法を利用して何かと何かを接続する。そして一つの絵を完成させる。面白いですよね。今回は圭介さんのトリック系ストリートのコツを教えてもらおうと思います。圭介さんの写真を見てると、はい、なんかこうラインとラインをつなげるみたいな、線と線をつなげるっていうのをやってるように見えるんですけど、はい、そういうのも普段からずっと意識してるんですか？もうずーっと意識してると思います。ずーっと意識してると思います。ほんまに寝てる時以外、寝てる時以外、気になっちゃうんですよ。ご飯食べてた時とかでも、なんかやっぱ気になるんです。高弘さんと話してる時とかでも、気になったりするんですよ。その背景に映ってるもので、このラインと向こうのラインつながるんちゃうかなとか、あんまりいいことかどうかよくわかんないですけど、染みついて持ってると思うんですよ。今日もちょっとなんかいい感じのラインがあったらそうですね、探してみたいです。お願いします。高田さん、これは多分めっちゃいいの撮れると思います。はい。だから今横断歩道、白のラインあるじゃないですか。はいはい、あれとここのラインがまた平行にこうあるわけじゃないですか。はい、で横断歩道のラインの1個の上にこれをかぶせてあげると。なるすると、ちょっと絞らなあかんですね。こういった感じですかね。はいはい。まあちょっとこの辺はずれてるから、ほんまはもっと丁寧に取らないとダメなんですけど、ここのライン、このラインがこの下のラインの上にかぶさるように取ったら綺麗になって、なおかつもしここに人が歩いて通ってきて、この辺で例えば、上半身が切れてたりとか、こっち側で下半身が切れてたりすると結構不思議な写真にはなるかなっていうふうに思います。はい、しっかりお膳立てしてもらった構図で僕が撮ってみました。最初の発見の段階がクリアできれば、あとはいつもやっているストリートフォトとさほど変わりません。人の上半身が隠れて一瞬違和感がある写真になったかなと思います。でもこれを最初に発見するのがなかなかできないんですよね。そればっかしですよ。こういう紐もいいですよね。この紐あるじゃないですか。これと向こうの線あるじゃないですか。今この角度ちょうどまさにそれです。いや、まさにそれです。これですよね。これです、これです。うわ、まさにこれです。ここのラインと、ここと向こうがつながってるみたいな。なるほど、これいきますね。圭介さん、ようやくつなげることできました。見てください。100点満点じゃないですか。ありがとうございます。すごい。いや、めっちゃ大変でした。そうなんですよね。ちょっとなんか1ミリずれるだけでなんか雰囲気変わってくるじゃないですか。そうですね。そうなんですよ。ちょっと待ってくださいよ。鳩の。わかりました。わかりました。わかりました。何を狙ったか。これとですよね。違います。このあそこちょっと白い。お尻ちょっと白かったやつか、鳩。
あのラインがあったんで、はいもしかしてこの上行ってくれたらなるほど。と思ったんですよね。それ完璧ですね。やっぱり残念動く鳩と、はいさっきの動かない紐じゃ全然難易度も違いますね。だからレベルが今の動く鳩をきれいに取れた時は最高やったいやんですけど、それはすごいわ。こういうなんか汚れとかもは気になるんですよね。なんかこの下の汚れとかなんかちょっとピカチュウに一瞬見えたなと思って今前方にちょっと見慣れたやつ見えてきました。見えてきましたね。はい。これ僕知ってます。はほんまですか。い。はい。これ以前僕が写真撮ってあげたはいドキンちゃんなんですけど、わかりますかね。星と写真をご覧になっている視聴者の皆様も。星と写真の人はちょっと分かんないかもしれないですね。これ。出た、おっさんのガッツポーズ。俺あれ大好きですからね。はい、これが人の写真です。わかりますか？マンホールが影になっていて、ドキンちゃんの像が浮いているように見えます。これはケイスケさんの過去の名作の一つ、それを再現できました。信号待ちは結構チャンスなんで、もう超集中します。ちょっと待って、いいのが取れた。見てください。これめっちゃ気持ちよくないですか？マジか。なるほど。これめっちゃ気持ちいいですよね。気づかなかったです全然。いや僕も今一瞬気づいてハッてなってました。これ気持ちいいですよね。マシンになってる。多分お子さんの車、自転車だと思うんですけど。はいはい。あ、行きますわ。いやこれ気持ちよかった。あ、よかった。いいの撮れて。せっかくのコラボで写真いいの撮れんかったらかっこつかないですもんね。あ、これは気持ちいいですね。この日本がこうつながってるような。なるほど。これはほんますごいですね。気持ちいいですよね。はい。じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。本当に本当楽しかったです。めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございます。勉強になったし、はい。いや僕も勉強になりました。っていうかまずケイスケさんのやり方なかなか真似しようとしてもできないです。まあそうかもしれないですね。でまずその型っていうか引き出し、ケイスケさんが持ってる引き出しを教えてもらいたいんですけど、はい。どういう感じのことを狙ってるのかっていうのを、うん教えてもらっていいですか？まあいっぱいあるんですけど、よく撮るのは、ポスターとかポスター看板とか、は標識とかですね。はいそのシンボルになってるはいはいものを見て撮るっていうのはありますね。最初に見て。はいはい。あとはその電柱とかに貼ってあるステッカーとか、はいなんていうんですか、迷惑チラシはいとか、それの剥がれとか、はい錆とかそういうのを見たりとか、あとはよく見るのが色の偶然性はいと、あともう一個がそのラインとラインをこうつなげたような、今日もちょっとやってもらったと思うんですけど、はいはいはい、ああいうふうなんですかね。なるほど。意外とこの4つって身近にそうですね。あるんですよね。はい、ちょっと街出たりしたらそこら中にあるんで、確かに本当に都市に限らず田舎でもどこでもなんかあるようなものを使ってるっていうのがすごいなと思いました。そうなんです。だから結構ね、だから場所に選ばないですね。そうですね、はい、場所関係なくどこでも楽しめるっていうのが、そうですよね。でも簡単そうに見えていざやってみると何を見ていいのかっていうのがまず分かんないですね。その最初のアシストがないと全然なんか撮れる気がしないというか、僕もこの動画撮る前にちょっと1時間ぐらい
近所をは歩いてはいやろうとしたんですけど、はい1枚も取れない、いやゼロです。1枚も取れなかったです。これ取れないですよね。特に普段自分のやってる分野じゃないですもんね。はい、そうですね。そうさっき言った本当に看板とその電柱とかの線ですね、はい線をつなげる。とりあえずこの2つぐらいはなんかやりたいなっていう感じはありますよね。今日ちょっと歩いてみて。でもなんかなんですかね、普段高田さんが撮ってるスタイルの合間とかにもできるじゃないですか。それはできますけど、はいなんだろう、やっぱり頭の切り替えはいはいに相当そこがなんかハードルになる感じはしましたけどね。いやそれも慣れてくればちょっと変わるのかもしれないですけど、ちょっと今日も話したんですけど、その切り替えってこう言語に似てるなっていう話をしてたんですよね。つまり普段日本語喋ってるのに突然英語になったみたいな。でなんか単語は分かってるけどこう文章っていうかこうとっさに出てこないみたいなそういうなんだもどかしさみたいなのが圭介さんのスタイルで撮ってる時には感じてて、なんだろうな、だから本当バイリンガルみたいになるたらそれはできるかもしれないですけど、今僕はその一つの言語しか喋れないんで圭介さんのスタイルで撮ろうとしたらもうそのモードにもう頭が入っちゃうんで、また自分のスタイルに戻ってきたら、もう多分撮れないと思います。切り替えがうまくいかないと思いますね。それはそうかもしれないですね。確かにね、似てるものが違いますもんね。同じ光と影でも。はい、それはそうか。難しいですね。本当にだからその世界の見えてる目の前のものは一緒なんだけど、それをどういうふうに意味をつけてるかっていうのが全く違いますよね。ですよね。ほんまに違いますもんね。ですよね。本当にだからこれもね同じペットボトルですけど、これをどう見るかみたいなのそうなんですよ。全然違いますもんね。ほんまにそうなんですよね。ほんまにそうなんですよね。どっから見るかによって。そうですね。そうなんですよ。何を見るか。何を見てます今。僕は色を見てました。あ、ほんまですか。僕はこの下に反射してるところを見てました。本物の人それぞれですもんね。写真は視点。このチャンネルでも何回か言ってきていますが、今回のコラボでそれがよくわかりましたね。視点というのはどこに視線を向けるかという意味と、もう一つ、その視線を向けた先のものをどう見るか、どう解釈するかという意味があります。僕は街を光と影で切り分けて見ています。あれは車じゃなくて光、あれはビルじゃなくて影。そんな風に僕自身の言葉を使って解釈しています。一方トリック系ストリートは全てのものを何かピースの片割れとして見ている感じです。線と線をつなげる。あれはシミではなくて何かの形を完成させるピースの片割れ。そんな風に目の前の光景を見ているということです。トリックアート系ストリート、どうですか？ちょっとやってみたいなと思った人もいるのではないでしょうか。この動画の概要欄に圭介さんの YouTube リンクを貼っておきますので、ぜひ見に行ってみてください。圭介さんが僕のスタイルに挑戦した動画も公開中です。そこでも視点というのが鍵になっているので、そこに注意して見てもらうとより楽しめると思います。それではまた。